はい、皆さんこんにちは。竹虎4代目です。さてですね、今日皆さんにご紹介したいのは、色艶のすっかり良くなった鈴竹の市場かごです。実はね、このかご、なんとお客様が大事に18年もご愛用いただいた鈴竹の市場かごなんです。鈴竹っていう竹の中でも非常に堅牢でしなやかで丈夫で長持ちするっていうのが特徴の竹ではあるんですが、どうです皆さん、これ18年ですよ。18年。この色艶ちょっと見てください。これ見てください、この照り。ね、18年経つとね、こんな感じになるんですよね。美しい感じになってます。で、18年もお使いになられているので、ところどころちょっと傷みがね、出てます。こういったカゴバッグの時は、この底の四隅が傷みます。ここもちょっと大きな穴開いてますよね。で、こちらの隅。こちらもね、穴がちょっと開いてます。この四隅は、籐でしっかりかかって補強をさせてもらいたいと思ってます。18年使ってるんやけど、この力だけなんかもうほんとしっかりしてますね。わかりますかね、ここ。ちょっと緩くなってるんで、この辺りもちょっとしっかりした力だけに変えてみてもいいですね。で、それともう一箇所が、この口巻き部分です。竹の幅の広い芯を入れておいて、で、そこをね、籐でずっと巻いてるんですけどね、その籐が壊れてしまって、この内側がこういった感じで露出してます。他の部分が随分綺麗なので、ここの部分だけ修理したいなというふうに思ってます。また20年、あるいは30年と、もしかしたらもうお客様のお子様の代までゆっくり使えるんじゃないかと思いますので、ぜひですね、丁寧に手直しさせていただきたいなというふうに思ってます。さてですね、早くも出来上がってきました鈴竹市場かご。じゃじゃんと。この四隅ご覧ください。大きな穴が開いていたこの四隅ですけどね、この1箇所、2箇所、3箇所、4箇所と籐で補強して大きな穴が開いたところ、しっかり塞いでいます。力だけも結構ですね、手直しする前は結構ぐらぐらね動いたんじゃないかと思いますけど、しっかり止められています。これからまだ重たい荷物中に入れられて運ばれると思うんですが、その時にもへっちゃらな感じに出来上がっています。あと1箇所ですね、ダダンと。この口巻きの籐巻き部分のここが全部外れてしまって、中の幅広の地丈が見えてたと思うんですけれども、これ籐を裏返しにして磨いて表皮を薄く剥いでですね、巻き上げてます。こちらも全部同じようにね、籐の表皮をずっと薄く剥いで巻いてますんでね。で、それと同じようなあしらいにしっかりと手直しされています。結構ですね、この色の違い分かりますか？こちらの18年使い込んだ色合いと、新しい籐の色、はっきり色合いが違うと思うんですが、これもね、ちょっとワンポイントになってかっこいいんじゃないかなと思うんですけど、今は結構目立っているこの新しい部分がまだ5年10年とお使いいただく中で、今ここと随分違うと思うんですが、これがすっかり馴染んでくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、またそうなった時に、そうすると18年ですから、この28年ですね。28年ご愛用したバッグは一体どんな風合いになるのか楽しみですね。早速お客様のお手元にお届けして、お客様に喜んでいただきたいなというふうに思ってます。ノーバンブノーバイ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。